皆さん、毎日何気なく目にしている食品の栄養成分表示、カロリー、タンパク質、ビタミン、これらが食べ物のすべてだと思ってませんか？実はそれって巨大な氷山の一角に過ぎなかったんです。今回はあなたの食卓に隠されたもう常識がひっくり返るほどの広大な宇宙にご案内します。さて、まずは誰もが見たことのあるあの栄養成分表示と、それからすごく身近な食材、ニンニクから話を始めていきましょうか。突然ですが、この69という数字、これ何だと思いますか？これ、実はアメリカの農務省、つまり国の機関が生のニンニク1個に含まれていると公式に認めている栄養素の数なんですね。そうそう。これこそが僕たちが栄養と聞いて思い浮かべるものですよね。エネルギーになったり、体を作ったりする材料。学校でもそう習ってきました。これが今までの栄養学の常識だったわけです。ところがですよ、現代の科学者たちが同じニンニクを今の最新技術でとことん分析してみたんです。そしたら記録された化学化合物の数はなんと6802種類。ちょっともう一回言いますね。さっきの数字は69で、こっちは6802。もう桁が2つも違うんです。そうなると、当然この疑問が浮かびますよね。じゃあ、その残りの 99% 以上の物質って一体何なんだって。そして、なぜ今まで誰もその話をしてこなかったのか。これが今回の解説のまさに中心となる問いなんです。さあ、この謎を解き明かしていきましょう。この広大でまだほとんど誰も足を踏み入れていない食品の中の化学物質の世界。科学者たちはこの世界にある名前をつけました。それが栄養ダークマター、略して NDM です。宇宙のダークマターって聞いたことありますよね。存在はするはずだけど直接観測はできなくて、でも宇宙全体に大きな影響を与えているっていう。それと同じで食品の中にもまだよくわかってないけど、僕たちの健康に絶大な影響を与えている未知の分子がたくさんあるということなんです。この言葉、ぜひ覚えておいてください。じゃあ、この栄養ダークマターって一体どれくらいあるんでしょうか？これが今現在科学者たちがデータベースに登録したユニークな化学物質の数です。13万9443種類。いや、僕たちが毎日食べてるものの中にこんなにも広大な未知の世界が広がってたなんて本当に驚きですよね。そして、ここからがすごく大事なポイントです。これらの分子ってただそこにあるだけじゃないんです。単なるエネルギー源、つまり燃料として見ていたら本質を見誤ってしまう。そうじゃなくて、どっちかというと体の中に入っていろんな反応を引き起こす薬みたいな働きをするんです。この考え方がここからの話の鍵になります。食品がまるで薬のライブラリーみたいだっていうなら、じゃあ実際に僕たちが使ってる医薬品と直接比べてみたらどうなるんでしょう。そこにはものすごく面白い関係性が見えてくるんですよ。医薬品っていうのは、例えるなら特定の鍵穴にしか合わない超精密な鍵みたいなものなんです。副作用を避けるためにたった一つのターゲットにだけ効くようにすごくシャープに設計されてるんですね。一方、食品の中の分子は何百万年っていう進化の過程で生まれてきたもの。だから、どっちかというと、いろんな鍵穴にそこそこ合うマスターキーみたいな性質を持ってるんです。だからこそ、僕たちの体の中でより広く、複雑な働きができるわけです。そしてここからが本当に面白いところ。実は、アスピリンとか、コレステロールを下げる薬とか、現代医療を支えている薬の多くが、もともとは僕たちが食べてる食品に含まれてた天然の分子から作られてるんです。このグラフが示しているように、なんと承認されている薬の5分の1以上が食品由来なんですよ。でも、その一方でですよ、分かっている食品の中の化学物質のうち、今、医薬品として活用されているのって、たったの 1.33% に過ぎないんです。これってどういうことかわかりますか？つまり、食品の中にはまだ手つかずのとんでもない量の薬の候補が眠ってるってことなんです。さあ、物語はいよいよクライマックスです。じゃあ、これらの栄養、ダークマターの分子が僕たちの体の中で一体どれくらい広範囲に、そして深く影響を与えているのか、その核心に迫っていきましょう。
このグラフ、すごくわかりやすいですよね。右側の背の低いバーが普通の医薬品です。一つの薬が体の中の平均 8.5 個のタンパク質とくっつきます。じゃあ、左の背の高いバー、これが食品の分子です。なんと平均で 24.4 個。つまり普通の薬の約3倍ものタンパク質と結びつくんですね。まさに一つの扉だけじゃなくて、たくさんの扉を開けられるマスターキーみたいに、体のいろんなシステムに同時に働きかけてるんです。さらにもっと驚くべき事実があります。僕たちの体ってだいたい1万9000種類くらいのタンパク質で動いてるんですけど、この栄養ダークマターの分子はそのうちの約9000種類。つまり全体のほぼ半分に影響を与える可能性があるってことが分かってきたんです。で、信じられないのは、この発見が判明している NDM 分子全体のたった 6.5% くらいを調べただけで得られた結果だっていうこと。まだ表面をちょっと引っかいただけなのに、もう僕たちの体の半分をコントロールしてるかもしれないって、すごい話ですよね。この引用が今までの話をズバッとまとめてくれていますね。無差別な調節因子っていうのは、さっきのマスターキーの話です。一つのターゲットだけを狙うんじゃなくて、いろんなプロセスに同時に働きかけて、体全体のバランスを調整する広範な影響力を持ってるということなんです。さて、こんなに広大な新しいフロンティアが目の前にあるわけですけど、じゃあ科学者たちはこの未知の世界の地図をどうやって作ろうとしてるんでしょうか。その壮大な計画とそれを可能にする現代のツールをちょっと見ていきましょう。これが科学者たちが考えているフードーム解明への、ロードマップですね。大きく3つのステップがあります。まずステップ1はマッピング。どの食品にどんな化学物質が入っているのか、その全体像を明らかにします。次にステップ2は AI による予測。その膨大なデータを使って、どの分子が体のどこに作用するのかを AI に予測させるんです。そして最後のステップ3が検証。ネットワーク医療っていう新しいアプローチで、その予測が本当に正しいのか、体全体にどんな影響があるのかを実際に確かめていく。このプロセスで、あの巨大な未知の領域が僕たちの健康に役立つ精密な地図に変わっていくというわけです。最後に未来の話をしましょう。この研究がこれからの科学とか僕たちの健康にどれだけ大きな変化、パラダイムシフトをもたらすのかを見ていきたいと思います。この研究がもたらす変化はもう計り知れないですね。昔、ヒトゲノム計画が医学をガラッと変えたみたいに、このフードームの解明は栄養科学を根っこから変えるでしょう。新しい薬の開発がもっと早くなったり、あなただけに合ったサプリメントが作れたり、そもそも健康的な食事の定義そのものがもっとパーソナルで精密なものに変わっていくはずです。いやー、今回の話で見てきたように、僕たちの毎日の食事にはまだ解明されていないとんでもなく広大な科学の宇宙が広がっているんですね。もしその秘密を解き明かすことができたなら、未来の医療っていうのは薬局の棚じゃなくて僕たちの身の前にこのお皿の上に見つかるのかもしれないですね。